こんにちは、リオです。前回、発音上達の基礎的な部分を紹介したんですが、今回、実際のテクニカルな部分を、紹介したいと思います。で、これは、初心者はもちろん、中級上級者までもが結構気づかずにやってしまっている典型的間違いなので、ぜひちょっと改めて確認していただければと思います。で、それが何かというと R がないところに R を入れてしまうです。で、分かりやすく言うと、実際の発音が分からずに、とりあえず英語っぽく言おうとして、とりあえず巻いときゃいいんでしょみたいな感じで舌をとりあえず巻いてしまって、自分で勝手によし英語っぽいみたいな感じで納得してしまっているっていう現象なんですけど、でこれ実は日本人だけではなく多くのアジア人によく見られる典型的間違いで、多くのこれをやってしまっている本人がそれをやってしまっていることに気づいていないっていうことがほとんどなんですね。で、多分今これを見ながら、いや自分は関係ないと思っている人の中にも実際やってしまっている人が結構いると思います。で、これしなくていいことをわざわざやって、わざわざ無駄に発音を悪くしてしまっているという非常にもったいない無駄な間違いなので、ぜひ改めて、自分の発音をね確認してほしいなと思うんですが、実際僕が聞いたことがある実例から、紹介してみます。 Warner, Sir, Because, Everyone, Banana, Source。 R が入ってたの分かりましたかね。実際これを多分やってる人はここに R が入ってたことが分からないかもしれないですけど、一つ目の罠なんですが、 R は入っていないので舌は巻きません。そのまま wanna, I wanna となります。 So はそのままアメリカ英語の場合 So, I think so とか So, should we go? とか So そのまま So とまっすぐ伸ばすだけですね。オーストラリア英語とかだと Sorry とかなると思うんですけど、 Actually like how that sounds, like Sorry, Guy とか No とかなると思うんですけど、アメリカ英語でもそのまままっすぐ、さっき言ったように So, I think so とかっていう風にまっすぐ伸ばすだけです。で、これ多分一番多いんじゃないかなと思うんですけど、 Because ってなるのはすっごいよく聞くんですけど、これも R がないので舌は巻きません。そのまま Because となります。で、Everyone はこれ実は数日前に YouTube で聞いたばっかりなんですが、 Everyone とはなんでそこに R が入っちゃうのか分かんないですけど、everyone バナナは非常に難しい発音ではあるんですが、難しい音は実は最後の音ではなくて2個目のねという音なんですよ。バナナなので、1つ目のバンも最後のナもそのままカタカナで言っちゃえばいいだけで、難しいのは2個目だから、最後のナがナーとなることはありません。そのままバナナで、その2個目のナの音が難しいんだったらもうそのままカタカナで言ってしまった方がよっぽど聞きやすいと思います。バナナっていいと思います。で、ソースに関しては実際ソースっていう単語もあります。その R が入るソースっていうのは出店とか出どころとかみたいな意味があるんですけど、でもこの場合のソースはおたふくソースとかテリヤキソース、ソイソースとかのソースなので、ソース R はありません。この場合はもしかしたらこの2つが混同してしまっている可能性もあるんですけど、 R があるのと R がないのとで全く違う意味になってしまうので、ソースとなります。で、そもそもこの不要な R をやってしまう原因が2つあって、1つは実際のその発音を知らないっていうことと、もう1つは自分で言ってる発音を聞けてない、自分でどういうふうに言ってるか分かってないっていう、この2つになります。で、この1つ目の実際の発音を分かってないっていう点に関しては、結構今リストに挙げた単語のように、実はこの R、不要な R をやってしまうものには簡単な単語が多くって、実は簡単だからこそいちいちその発音に注意を払っていないというか、意識をしていないからこそないがしろというか、なんて言うんだろう、いちいち気にかけずに発音をしてしまっていて、でも逆にそこが盲点で余裕ぶってやってしまって全然違う風に言ってしまっていたりっていう
ことが起きているんですね。なのでこういう逆にね基礎的な発音単語こそ、ネットとか電子辞書とかで簡単にこうお手本の発音とかを出せると思うので、普通にネット検索とかでもしても例えば because definition とかpronunciation とか、because 発音とかでもいいと思うんですけど、入れるとYouTube に飛んで発音するビデオになったりする場合もあるんですけど、 definition とかって入れればそのまま Google のページのまま簡単にすぐ押せる発音をしてくれるボタンとかがあるので、そういうのでこう何回も聞いてみて、そこに R がないんだっていう R が入ってるのと自分でわざと逆に R を入れて発音してみて、それとの違いをね比べてみて、その R が聞こえるようになるといいと思います。その不要な R が聞こえるようになると、今までこう全然意識していなかったこの間違いがすごく目立って聞こえるようになると思うので、これはもう急に直せるようになると思います。だからこの R、不要な R がまず聞こえるようになるっていう訓練をしたらいいと思います。よくね今携帯とかにボイスレコーダーとかついてると思うので、自分でこう発音をしてみて、自分の発音とお手本の発音とよく聞き比べてみて、R が入ってないことを確認して、 R がどうしても入ってしまうようだったら、もうさっきも言ったようにカタカナ読みをした方が逆にすっきりと聞きやすくなると思うので、そうしてみてください。変にねこう英語っぽく言おうとしてこうやって無駄なことをしてしまって、逆に発音を悪くしてしまっているっていう、なかなか気づきづらいところだとは思うんですけど、それがすごくよくある典型的な間違いなので、ぜひこの不要 R に意識をして発音してみてほしいなと思います。Alright, that's all for today. Thank you for watching and see you next time.